気合と根性だって言ってた人は、あの人何言ってるんですかね、言ってることわかんないんですよねとかって、まずこの第一段階は社長絶対依存スタイルというか、限界が来るとリーダーのリーダーシップの限界なんですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくりや育成など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして今日はいかがしましたでしょうか。ちょっと今日は結構重要なことをお聞きしたくてですね、はい、僕今起業して今3期目で、従業員数もまだ全然十数名の会社なんですけど、アップルさんって今アルバイトさん含めたら7、800名抱えてると思うんですけど、社員数が10名、50名、100名、それ以上みたいな、それぞれのフェーズごとのロードマップみたいなところを本社長すごく認識されてると思うんで、その辺ちょっと詳しくお聞きしたいなと思ってて、いずれは僕もちょっとアップルさんぐらいの会社の規模にしていきたいなと思ってるんで、その辺ちょっと深掘りさせていただければと思ってます。わかりました。じゃあ今まで僕が経験してきたことで、そうですね、学んだというか、こうなのかなと思ったことをお話していきますけど、よくそうですね、年商1億、3億、10億壁とかですね、ありますけど、結局あれってやっぱり一つはやっぱり大きいのは人数だと思うんですよ。人数も同じように、10人、30人、100人、300人みたいなことがあると思うんですけど、まず第一段階はですね、創業したてとか、創業期としましょうか。1人からですね、30人ぐらい、マックス30人手前ぐらいまでですかね、を、仮に創業期だとしたときに、まずこの第一段階は、社長絶対依存スタイルというか、そんな感じだと思うんですよ。要は言い方悪いんですけど、社長のリーダーシップだけで乗り切れると。ビジョン、目標だったりとか、リーダーのスキルで、ここまでいけますよと。空気マネジメントで済むし、そもそもお手本とか教科書が目の前の社長なんで、社長の考え方、行動、この辺がだからもうあるんで、ヒューマンマネジメント別にいらないよと。マネジメントの技術みたいなのは別にいらないよと。社長のリーダーシップだけで乗り切れるってことですね。だからもしそれが10人、20人でと思ったら、その社長のリーダーシップスキルは10人ぐらいがマックスだと。でも鍛えれば別にできると思うんで、30人手前ぐらいまではこれでいけるんじゃないかなと思います。要は僕なりに紐解いてるんですけど、マネジメントレベル1って言ってるんですけど、結局1対1をどこまでやれるか、結局何人やるかだけの話なんで、例えば1人でちゃんとマネジメントできる人数説とかっていろいろあるんですけど、多分それが僕の中だとがっつりやろうと思ったら7、8人、7人ぐらい、ちょっとある程度見ようと思ったら20人ぐらい、場合によっては30人ぐらいかなと思うので、結局だから社長が1対1でどれぐらい関われるか、さっき言った通り空気マネジメントとそばにいる社長の行動と思考で結果マネジメントできてるっていうのがそのぐらいだけ限界です。なるほど。極論ね、正直それがちゃんとリーダーシップがあればいいからやれって通じますし、もしそれでも通じないんだったらリーダーがサボってるとしか言いようがないですね。いいからやれってすげえ雑な指示に聞こえますけど、でもそれでもやっぱりリーダーが懸命に率先垂範していれば別にマネジメントできますよ。なるほど。ちょっと言い方変えると直感のリーダーシップだけでここまではいける。これが第一段階ですよね。そこまではとにかくそれでもいいと思いますよ。でも大体30人近づいてきたりとか、限界が来るとリーダーのリーダーシップの限界なんですよ。これを乗り越えて次また100人までぐらいの成長に行くためには必要なことっていうのは技術ですよね。マネジメント技術みたいな、それをいわゆるだからマネジメント能力、僕の会社でいうとレベル2が必要ですよね。レベル2じゃあ次第2段階でいくと、30人前後ぐらいから100人手前までどうするかってなると、要は論理的思考だったりとか、マネジメント能力、マネジメント技術みたいなのが多分必要で、要はさっき言ったのはマネジメントレベル1は1対1だったんですけど、今度これが1対 N のある程度の人数に説明して、納得させなきゃいけないんで、ある程度はですね。なんでやっぱりちゃんと論理的に説明ができて納得させられる力、これが必要だと。なので分かりやすく言うとだから1対 N で納得させられる力、
社内で言ってるのは、これに関しては、まずそのマネジメントレベル1でいいからやろうぜと、いいからやれみたいなスタイルでやってきた中で、次は何をどのようにやったら未来こうなりますよみたいな、ある程度説明しなきゃいけないんですよね。よくある、なんで自分たちがこれやらなきゃいけないんですかみたいな、いいからやれで、その第一段階は距離が近いんで、割と社長のことを見ながらこうやればいいんじゃないかなみたいな、勝手にある程度できたんですよね。お手本が近いんで、ちょっと人数やってくるとちょっと遠くなるんで、具体的に何やったらいいのかっていうのが分かんなくなる人が増えるわけですよ。なるほど。指示が抽象的だと。だからちょっと指示を具体化にして何をどうやるかっていうのはやっぱりちゃんとこうやらせなきゃいけないんですね。説明しなきゃいけない。さらにこれをやったら、これを頑張って成果出したら、あなたたち未来こうなりますよみたいな多少見せなきゃいけない。なんで俺こんなことやんなきゃいけないんですか。だからまずは何をやったらいいか分かんないんですけどって言わないけど、多分そういう状態も多いんで、じゃあこれを何をこうやって具体的にやりましょうみたいな、仕事をちょっと言い方変えれば仕組み化みたいなしていきますと。そうすると、やるんですけど、一部の人がなんで俺らこんな頑張らなきゃいけないんだろうねってなるんで、なので未来フューチャーを少し、これを頑張ってこういう成果を出したら自分たちこうなりますよみたいな、じゃあこうやったら給料上がりますよとか、こうやったら評価上がりますよとか、若干その仕組み化の中にはもしかしたら評価制度とか報酬制度とかも若干入れていかなきゃいけないかもしれないですね。なるほど。だから論理的に分かるとは言いながらも、仕組みとかその評価制度だ、報酬制度だとか、ちょっと定量的なものを論理的にやる能力がこのフェーズは必要ですと。なぜ頑張るのかとか、なぜこの目標なのかとか、それもだから全部論理的に多少必要ですと。ここの段階でもまだ一人でやろうと思ったらできますよ。本当ですか。そういうのが全部揃えられれば一応まだ頑張れると。でもやっぱ100人手前ぐらいで指揮の限界だと。自分が全部指揮する限界っていうのが多分限界なんじゃないかなと思うんですよね。第2段階の限界ですよね。100人か。第3段階じゃあ、これがだから100人ぐらいから300人手前ぐらいですかね。結論、この論理的なこういろんなことやったんですけど、もう一回やっぱり理念とかビジョンとか、なぜこの会社があるのかとか、この会社何を目指しているのかとか、意味とか意義とか、そういう方向性、そういうのはやっぱりちゃんとないとやっぱいけないくなってくるその他。なので100人超えて300人手前まで行くためにはちゃんと Y をプラスしなきゃいけないんですね。なぜ、これもでもプラス今までやってきた通り、いいからやれ、やるぞっていう情熱と、論理的に説明、論理的な仕組みと、そこにプラスなぜを追加すると、これ全部やらなきゃいけないんですよ。それをやりながらやっぱ重要なのはミドルリーダーですよね。この幹部をどれだけ社長と同じような熱量で、説明でちゃんとこのミッションみたいな Y のことを話せるかみたいな、この幹部がちゃんと育成されてそういうレベルになってくるとちゃんと300人ぐらいまでいけるんじゃないかなと思いますよね。で第3段階は、今うちも似たようなと思いますけど、コントロールの限界が来ると思うんですよ。要は幹部を育ててきたけど、幹部のコントロールも限界が近づくと、それなりの人数になるんで、この後は多分権限以上っていう話になるんですけど、今回の話だったらそこの上はまた別の話だと思うので、一旦置いてきますけど、よく起こる問題としては、今第1段階とか第2段階とかって言いましたけど、このフェーズが変わるときに会社によっては幹部が変わることが多いですね。なるほど。僕も結果そうでしたね。そうですか。辞めるなり下ろすなり、もしくは間にまた上から入れるなり。そこはどういう要因で？やっぱりやり方が変わるからですよ。なるほど。だって分かりやすく言ったら第1段階の時っていいからやれ、動け、行け、営業行ってこいとかってやってたのが、そこで結果を出したやつが自然と影響力が高まっていって、ちょっとそのミドルみたいなポジションになるわけじゃないですか。意識的ですけど。で活躍できてた。自分で足を使って頭使えなくてもとにかくやる気と気合と根性で、みたいな、極端な話したんで、これでも活躍してきたんですよ。これが第2フェーズになってきて、また人が増えてきて、第2フェーズの中でも人が増えていくと、いいからやれ、気合と根性だって言ってた人は、あの人何言ってるんですかね、言ってることわかんないんですよねとかって、自分が現場出る回数も減っていくわけですよ。そうすると言い方悪いんですよ。使えない管理職か、結果の出せない管理職になってくるんですよ。だからこの管理職自体も、第1段階の時は自分がプレイをして、それなりに成果を出せるので、逆に成果を出しているからこそ一目置かれたりとか重宝されるわけですけど、今度第2段階になるとどんどんプレイが減ってきて、本当にマネジメントをやんなきゃいけない、になった時に、そのプレイはできるけど
いいからやれのマネジメントしかできなかったら、当然人数が増えてくると教えられないじゃないですか。確かに。結果出せなくなってきますよね。不満が持ったりしますよね。あの人はなんか営業成績なかったらすげえ怒られるけど、結局なんか具体的に何やれとか、どうやったらうまくいくかとか全然教えてくれねえしみたいな。なんであの人あんなに威張ってあんなにポジションにいるのみたいな。これなりがちですよね。本当にそうなっちゃったら、やっぱりちょっと手遅れになると変えなきゃいけないんで。じゃあアップルさんでもそこの第2フェーズの時期に結構入れ替わりはあったんですか、やっぱ。めちゃめちゃありましたね。あ、そうですか。最初からこういう風に分かってればね、もうちょっと防げたかもしれないですとにかく30人ぐらいまでは社長絶対依存スタイルだと思うんで、社長のリーダーシップ乗り越えられますよと。それを超えていきたいと思ったら、もうやっぱり前々から準備して、この第2フェーズの時に必要な能力、知識とかっていうものをちゃんと勉強し始めて、実践し始めておくと、いうことが大事ですよね。例え話というかで言ってる中で言うと、なんかやっぱこう右脳と左脳をうまく使わなきゃいけないと思うんですよ。それこそ文系理系とかで言ったら、左脳が理系で、右脳が文系でみたいな話で言うと、割と理系の人って少ないというか、経営者やる人、起業する人、ベンチャーやる人って割と右脳系の人が多いと思うんですよね。でも結局その言いたいことってやっぱ右脳と左脳をちゃんと往復させなきゃいけない。なるほど。左脳ばっかりの人って難しいですよね。究極だったら研究者とかじゃないですか。人を動かすってことが結構難しかったですよ。タイプ的にか。独立してベンチャーだとか起業だとかっていう人は結構右脳が強かったんですよね。だけど右脳だけだと第1フェーズで結構いろいろ苦しむんですよ。第2フェーズに行っても側だけ増えて人数が増えて苦しむんですよ。だからやっぱちゃんとこう往復しなきゃいけないよっていうことで、右脳っていうのはやっぱりそのなんか感性とか感覚とか直感的なものとか、左脳はやっぱりちゃんと理論とか理屈とかなんかそういうことじゃないですか。大体その経営者とか起業する人っていうのは右脳が結構発達してるというか鋭いですよね。極端な話で言うと、これやったらうまくいくんじゃないかなみたいな、って思い浮かんでこれ右脳じゃないですか。これをちゃんと左脳で考えながらビジネスモデル作りますと。でもこれ右脳で気づかなかったら左脳使うことないんですよ。だから右脳が発達してる人が多いなと思うんですよね。だからこう例えば何かを見た時に右脳でこの店いいなとかこの会社いいなって思うわけですよ。なぜいいのかっていうのが右脳ばっかりの人だといやいいんだよってなりますし、だからその中で自分の中で頭一生懸命使ってなぜ私はこれを見ていいと思ったのか、これがこうだからあれがこうだからあれがこうだからとかって全部ちゃんとこう左脳で考えて論理的に変換していかなきゃいけないんですよね。それを説明できるようにしていきますと、これをやっぱできないと伝えられないんですよ。とにかくいいんだよ、本当にいいからやってみて、この熱量も必要なんですけど、でも論理的になぜいいのかっていうのも本当は必要で、特に従業員とかにやっぱ動かすときには必要なわけですよ。何か誰かを動かそうと思ったらこの熱量と論理的な説明が必要なんで、情熱だけで動かせる人っていますけど、さっき言った通り1対1なんですよ。直接1対1で喋ったらなんとなくぼやっとしたこと定性的に言っても熱量ノンバーバルな形で熱量伝わるから動かせるんですけど、1対Nになった時にはやっぱりなんとなくいいんですよいいんですよって言ってもってなるわけですよね。そうですねとにかくその右脳と左脳の往復みたいなことをしっかりしてやっていかないと第2フェーズにはうまくいかないし、経営者として幹部を育てる時も右脳だけしか使ってない幹部がいたとしたらちゃんと左脳を使わせて往復させるようにしないとうまくはいかないですよね。そっかそっか。第3フェーズに差し掛かるところで、幹部を据える時も右脳が強いとか、この人は左脳派だみたいなところもやっぱちょっと見といた方がいいんですか？そうですね。適性もありますし、例えば分かりやすく言ったら営業の部門だったら、あと人数がそんなにいなかったら右脳全開の人でもいけるんですよ。右脳が役に立つ時ってだからプレイが多いんで、なるほど。営業のやっぱ現場に行くもそうですし、採用の現場で応募者とやり取り面接すると、これもね右脳の方が強い人の方が割とこうがっつりいけたりとかするわけですけど、あとチームのメンバーが少ないとか、内容によっては右脳の人のマネージャーの方が活躍できる。左脳に寄りすぎたマネージャーがいっても採用とかで永遠と論理的説明してる怖いですね。営業でもそうなるわけです。確かに確かに。対人に関しては、対1とか対人に関しては結構右脳も頑張って活動できないと結果的です。適材適所だったりとか、なんかそういうところはやっぱりそのどの部署なのか、職種なのか、どのぐらいの人数を見させるのかとか、見ているのかとか、こういうのはやっぱり考えながらやった方がいいですよね。
いやーすごい。めちゃめちゃ理解できました。創業期ですかね。僕は第1フェーズと呼んでますけど、1人から30人手前ぐらいまでかな。そこは本当に社長のリーダーシップでいけると思いますので、しっかりそこを鍛えて磨きながらやってもらうと。で、第2フェーズ、30人ぐらいから100人手前ぐらいまでですかね。そこにおいてはやっぱりちゃんと論理的に説明できる論理的思考であったり、論理的な仕組みだったりとか、そういったことが必要になってくるので、そこをちゃんと鍛えていくということで、100人ぐらいまでは頑張っていけるんじゃないですかね。はい。ありがとうございます。皆さんからいただくいいねやコメントは励みになります。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。